はじめまして、トレスモエの式神、佐々木榊です。今日はソルリちゃんが用事があって、トレスモエの報告は榊に頼まれました。と言っても、今年報告しなきゃいけない事項は少ないので、今度は榊が皆に改めてトレスモエを紹介しましょう。トレスモエはアニメシーンサーチエンジンです。1枚のアニメスクリーンショットからあの場面が出現するタイトル、話数、シーンの時間を検索することができます。また、アニメの別名、放送時間、ジャンル、スタジオなどの情報も載っています。アニメのファンや MAD 制作者にとって便利なツールです。しかし、時々正しい結果がうまく出ない場合もあります。通常、類似性が 90% 不足の結果は正しい出所ではなく、ただアルゴリズムにとって似ってるだけ。あくまでも、似ってると似ってないのラインは、人でもはっきり言えないから。そのため、検索結果のシーンの一部プレビューは参考として提供されています。でもなぜ、正しい結果ができないでしょう。その原因は3つありますが、これから榊がいちいち説明させてください。1、画像はアニメスクリーンショットではない。トレスモエが分析したのは放送した日本アニメだけです。漫画、ポスター、イラスト、PV、ゲーム動画、日本以外のアニメなどの作品は登録していません。アニメと無関係の画像を入れたら、無関係の検索結果が出るのも当然です。もちろん、できる限り、すべての二次元作品を分析したいですが、サーバー資源は無限ではない。今まで収録したの動画はもはや32,800時間超えました。それ以上収録するのはきついです。ちなみに、ソースナオウというイラスト向きサーチエンジンがいるので、同じ機能を開発するの必要がないかと思います。2、あのアニメ、あるいは数はまだ収録していませんです。これがデータベースの更新頻度と関わる。テレビアニメは大抵放送後半時間以内に事前設定されたキーワードでデータベースに自動的に索引されますが、OVA、ONA、特番、劇場版など不定期放送する番組は自動システムが対応できません。その場合は手動で更新しなければならない。この頻度は月に3回ぐらいです。また、20年前の古いアニメや子供向けアニメは整理中なので、まだ登録してないです。データベースの登録状態が気になる方、トレスモエのウェブサイトでアニリスト ID を入力して検索してみよう。3、スクリーンショットは加工しすぎ。トレスモエのアルゴリズムによって比べるのは画像の色だけです。データベースに覚えたのはたくさんの画面の色だけです。絵柄、パターン、物体、キャラクターなど抽象な概念を認識する AI 機能がありません。検索結果ができるのは他ではなく、色が似てるだけです。例えば、字幕付きスクリーンショットが画面の色も大体同じなので、検索はできます。しかし、色調のフィルター、大きい部分を切り取った加工は、画面の色が大きい編集した、この場合は元画面と似てなくなって、検索もできなくなる。そして、画面にステータスバー、プレイヤーコントロールなどの不要な枠が入った画像や、1枚画像に複数のスクリーンショットを込めるや、画像の中にスクリーンショットの部分を識別、切り抜くという機能がございません。AI ではないから。その場合は、検索前に他のツールでスクリーンショットの部分だけを切り取ってください。以上の説明は、ウェブサイトでも載っています。お気に入りならご覧ください。最後は、今年トレスモエの報告です。トレスモエの使用者は2015年から増え続けている。今は毎日25,000人ぐらいです。同時に、トレスモエの API は無料で開発者に提供させています。この API は、数々な開発者が様々なアプリ、チャットボットに使っている。こうして、
もっとたくさんアニメファンを奉仕されています。この1年だけトレスモエが処理された検索数は950万超えました。このサービスを安定に提供すると、やや強いクラウドサーバーが必要です。ついに今年トレスモエのサーバーはクラウドサーバーへ移行しました。ですが、このプロジェクトはまだ赤字で運営している。ソルリちゃんが自分のお金で保証しなきゃいけない。だからみんなにお願い。いくらでもトレスモエを応援してくれば、榊もソルリちゃんも嬉しいです。もし、残念なことに、このサービスを中止しなければいけないと。ご心配なく、トレスモエのソースコードはすでに GitHub に公開された。データベースも半年ごとに公開された。こうして、興味ある開発者が自分でトレスモエを複製することもできます。この詳細は今度開発者向け動画を作れば説明しましょう。では、トレスモエの報告はこれで。また、気になることやわからないことがあれば、トレスモエのディスコードサーバーでソルリちゃんに問い合わせください。ご視聴ありがとうございました。トレスモエの式神、曽崎榊です。これからよろしくね。またね。